私お化けとか、生き量とかっていうのは、なんとなくその、空気感であったり、オーラであったり、わかるんですよ。なんですけど、人でもないし、そういった類のものでもないし、ただなんか映ってるけど不可思議っていうものを今日皆さんに見てもらおうと思って持ってきました。はい。はい。めちゃめちゃ興味深いですね。写真からいきます？はい、お写真。はい。じゃあ、もういきなり？はい。はい。すいません、じゃあちょっとね、はい、僕見させていただきますが、皆さんの方にもじゃあご覧いただきましょうかね。お写真、こちらです。どうぞ。この写真は、イギリス留学をしていたという方が、雪がたくさん今日降ったなっていう時に、雪の写真を撮ろうと思って、自室から撮影した写真みたいなんですよ。これ日本じゃないんですね。はい。イギリスで、確かにね、夜空の方、ね、空の方を撮影してますけども、何かこう上の方から見える白い粒というのはこれ雪なんですね。はい。で、それを撮りたくて、自分のお部屋から撮影した写真ということだったんですけれども、はい。ちょっと気になる場所がありましたら拡大してもらってもいいですか？いや、まず、今、パッと見、建物のね、上のあたり、建物と建物の間に強いなんか光があるから、これ何の光なんだろうなと思ってて、空の方奥に、満月か、月が見えるなと思ってたんですけど、これ拡大すると、なんか野球のボールの縫い目みたいな、もっとテニスボールみたいな、不思議な、そうです。私にはなんか四つ葉のクローバーにも見えたり。確かに。だからカメラの屈折とかで雪の結晶がそういう風にカメラに反射して映るっていう風に考えたときに、なぜそれ一つだけその綺麗な形で映るんだっていう。ごめんなさい。そもそもじゃあこのすごい光源っていうのは、それもわからない。例えば、部屋の中から撮って、ガラス越しに撮って、で、フラッシュを焚いたから、そのフラッシュがガラスに映ったとかってことなんですかね。そんなお話はしてなかったですね。きっと窓を開けて撮ってるはずですね。まずでもこの光もおかしくないですか？だから、わからない写真なんですよ。これわかんない。いや、本当に僕なんかやっぱね、ムーのね、番組もやらせてもらってますから、はい。UFO なんじゃないかとかね、言いたくなっちゃいますけど。だから、私もいつも自分が何も判断できないものっていうのは、そういう未知の生物とか、そういう類のお話なのかなっていつも思いますね。この写真さ、ムーの方持ってって、はい、編集長の三上さんとか、あと並木慎一郎先生に見せてもいいですか？もちろんお願いします。本当、後でじゃあお借りしていいですか？はい。何なんだろう。お二人の見解も聞いてみたいです。そうですね。いや、はい、ありがとうございます。なんか思ってた写真と違うけど、めちゃめちゃ不思議ですね。これ1枚目。はい。ちょっとすいません。どんどんお願いいたします。はい。これ皆さんぜひ見解の方ね、こうなんじゃないかっていう感想ありましたらコメントお願いいたします。で、続いての写真なんですけど、写真というか、こういった現象が今、巷ですごい多いらしいんですよ。まず見ていただきたいのが、こちらは通常のスマホの画面です。はい。この持ち主の方の通常のスマホの画面なんですけれども。待ち受けの画面ですね。はい、今、14時35分っていうね、時間が出てるのは、そのところを写真に撮ったっていうことですよね、タイミングでね。はい。はい、で、よく最近、この方に限らず起きているのが、スマホの画面が開かなくなる。ロックが解除されない、開かなくなるっていう現象が、この方以外にもいっぱい起きてまして、それだけだったらまだ、接続悪いのかなとか、スマホ古くなったのかな、なんですけど、そのタイミングで、待ち受け画面が変わるっていう。これ、ロック解除したら、なんかちょっと重いなーなんて風に感じていたけども、解除できて待ち受け。違います。これは？解除できずに、その画面に切り替わったっていう。もともとだから、ね、パスコードを入れますよね。はい。で、やったら解除されるはずが、あれ、解除されないなと思った瞬間、急に画面がこうなったってこと？はい。これ見たことないですか、この画面。真っ暗闇だし、何より時間ですよね。なんか気持ち悪い。
時間の表示というか。なんかホラー映画のオープニングみたいになってたっていう風に。で、それを急いでスクショしたのがその写真です。これってどういうことなんですか？だからわかんないんですよ。でも、いろんな人が起きているっていうのは情報として聞いてるんですね。だから通常は別のスマホの待ち受け画面なのに気づくと別の画面になっているっていう。そしてロックは開かないっていう。これ他の人も何人か伺いましたね、お話を。で、みんなあたふたしてしまって、スクショしたのがこの方だったので、今日はこの方のを紹介しているんですけども。それがしばらくすると、画面が戻ったりとか、解除できたりとか。はい。例えば電池がすごくこれで減ってしまったとかもないんですかね。何にも。ただこの画面だけがおかしくなる。で、まずロック解除できないことがおかしいじゃないですか。はい。で、その後に変な画面になるっていうね。これね、よく霊現象は電子機器に干渉するなんてことがあるので、一つはね、怪談っぽい話で言うと、お化け、何か良くないものが、とかね、話もあるんですけど、もう一方で、例えば遠隔でハッキングされててとか、で、そういう時だから解除ができなくって、で、何か変なこういう画面になっちゃうとかっていうことがもしあるんだったら、それもそれで怖いですよね。ですね。だから、何人かに起こっている現象なので、そちらの可能性も否定できないですよね。最近だからそういうふうに個人のスマホが狙われてるかもしれないってことですよね。はい。いろんな怖さありますね。これこそね、ほら、こういうね、電子機器に詳しい方からすると、全然、こういうことですよっていうね、だから普通にこれあり得ますよって答えもあるかもしれないじゃないですか。ぜひ皆さん教えてほしいですね。で、なぜ最近急にその症状を言う方が多いのかっていうのも気になります。もう一回整理しますね。普通にスマホをロック解除しようと思ったら、まず解除ができない。あれなんでできないんだ？いつもの番号入れてんのに。と思ったら急に気持ちが悪い画面に切り替わる。っていうことですね。はい。ぜひね、自分もこういう経験最近あったって方いたら、合わせてコメントの方よろしくお願いいたします。なんか今回思ってる写真と違うんだけど、全然。そう、だからいただいたんですけど、どう思いますって聞かれても、まるっきりわかんなすぎて。いわゆる心霊写真っていう類じゃないですもんね、今のとこね。そうなんですよ。だから何かのそういう現象だったら安心したいので教えてほしいですし、何か皆さんのご意見、お力をお借りしたいなって思ってる次第です。いやー、すごいな。で、次の写真も、スマホのスクショ、スマホの画面メモといいますか、画面をスクショした同じような写真なんですけれども、先日元祖ガングロギャルのアジャちゃんと遊んだんですよ。で、アジャちゃんも私も子連れで、ランチをしようっていう話で、で、アジャちゃんも子供がいるので途中でトイレとかぐずったとかっていう何かがありまして、集合時間に遅れるね、ごめんねっていう LINE を私に打ちたかったそうなんですね。ただ、ごめんねって打つと予測変換が全部こうなってしまったっていう。ちょっと待ってね。左から UFO の絵文字、ユーマ、宇宙人の絵文字、ユニクロ。ユニクロはね、ちょっと違うかなと思うんですけど、ごめんねですよね。だからごめんねって打ってるのに、下にバーってそういうのが出てきたから、じゃあもうびっくりして、何っていう。いや、普通、このね、ごめんねって今、ひらがなで打ってるので、予測変換としては、カタカナのごめんねとか、はい。漢字のごめんねとか、あとは、ごめんねの絵文字が出てくるっていうのはありますけど、全く関係ない UFO の絵文字、ユーマ、宇宙人の絵文字。そうなんですよ。これだ。ごめんねに U 入れてないんですよね、だから。なんすか、これ。全くそれもわからないっていう。これも、三上さんと並木慎一郎さん案件ですね。そうですね。ちょっとこれも合わせてと聞いてきますね。今日、お階段じゃなくてムーに持ってく案件だったかな、今日。いや、これ本当に、ムーの方に、このお話とか知ったら、もしかしたらムーから取材お願いしますって話があるかもしれないんで。はい。またちょっとね、そういったオカルト系のお仕事増えちゃいますけど、そこはお願いしますね。はい。そこはね。わかりました。何これ？今ほら、ちょっとね、なんて言うんでしょうか。UFO もね、実はいるんだとかね、宇宙人はやっぱね、いるんじゃないかっていうね、
世間のね、反応になってきましたけど、やっぱり何かこうもうその辺にいて、何か自分でメッセージをその宇宙人側が送ってきてたんですかね。ねえ、だから何を意識してるのかっていうのがしかもなん怖いですよね。でごめんねという言葉でそれになるのかっても不思議ですよね。はい。ごめんなさい。わからないね。確かに、はやぶささんでも予測不可能、鑑定不能っていう理由がよくわかりました。はい。じゃあ続きましては、動画なんですけれども。動画？はい。これ音はあります？ないです。神社ですかね？はい。はい。神社巡り好きな知り合いが、蒲田のとある神社で、記念に撮ったっていう、そういう動画ですね。東京の蒲田なんですね。はい。なんかすごく緑も多くて、なんかね、東京じゃないのかなって思うぐらい自然豊かな。でも奥の方にね、建物見えますね。特に、これ本殿ですか？本殿だと思いますね。私はそちらの神社はお伺いしたことないんですけれども、その方はいろんな神社を巡って写真を撮ったり動画を撮ったりっていうのが趣味の方なので、趣味の一つとして撮られた動画だったらしいんですけれども、何も感じませんでした？じゃあもう一回見せていただいていいですか？もう一回お願いいたします。はい。じゃあもう一回再生します。こちらです。なんかね、ずっとこう綺麗な光のね、筋みたいなのが見えますけど、これはきっとね、外でね、太陽の光なんかがこういう風に映ってんのかなとか思うんですけど、でもなんか、でもなんか筋、この筋ですか？はい。筋？なんか一瞬横切りませんでした？もう一回いいですか？はい。もう一回いきます。皆さんもよーくご覧ください。何か横切ってるの？いきます。割と前半じゃない？そうですね。割と前半になんか虫みたいなのがパッとこう飛んでったかなと思いましたけど。はい。で、その方は、気になったそうで、拡大したのが次の写真です。そこでこう止めて。はい。はい。じゃあちょっとね、その写真見てみたいと思います。こっち。出ましたー！出ました！これこそムーン案件でしたかね。これいいっすね！いや、皆さん、もうお詳しい方わかりますね。もう今、吉田桃々さん大興奮ですよ。スカイフィッシュ。はい。いや、スカイフィッシュそのものなんだろうなっていう風な気がするんですけど。いや、僕もね、実は大熊さんの、お友達で、お階段巡りもね、出てくれたことがある、俳優の国母隆さんという方が、ゴルフをしてる時に、さってこう、結構割と綺麗なスカイフィッシュ撮れた映像あるんですよ。はい。それって、何かね、白黒というか、立体的ではないんですけど、これ、めちゃめちゃ立体的で。はい。もっと拡大したのが次の写真です。本当にフィッシュじゃんっていう。はい。金魚みたいな。で、スカイフィッシュってご存知ない方に説明すると、アメリカとかロシアとか日本で目撃されている未確認生物なんじゃないかって言われてたもので、時速は280キロぐらいあるかもしれないし、あとはたとえ人にぶつかっても素通りしたり、飛び散って飛散するっていう説が一時期流れたんですよ。で、その後の研究で、昔のカメラはシャッタースピードが遅かったから、例えばハエとか蚊とか、スピードの速いものを撮った時にそういう風な現象が起きるんじゃないかっていうので、一回スカイフィッシュのブームは去るんですね。そうですね。ただ、最近なんですよ、これ。最近の一番新しいスマホで撮った動画なんですよ。しかも、本当にスカイフィッシュって皆さんもね、ネットの方を検索していただいたら、こういう感じですよっていうイラストが出てくるんですけども、まんまですね。いや、だから、今の新しい技術でハエだって分かったっていうのが最後のオチだったんですよ、スカイフィッシュというものは。今の新しいものでもう一回それが撮れた場合は今度は何なんだっていう話なんですよ。いやー、ちょっとこれ、こんなに色付きで。もっと早く飛ぶ、じゃあ時速600キロ、1000キロのハエがいるのかっていう。いや、だからその並木慎一郎先生って方はね、かまいたち。はい。あるじゃないですか。急にスパーってここが切れてる。その正体はスカイフィッシュなんじゃないかっていう説を唱えたりもするんですけど、これ見ると、それぐらいこう実際にいて、目には見えてないけど、こういうの飛んでんのかなって思うぐらい、すごい
見たことないこんなスカイフィッシュの、こんなに、なんかこう息遣いが感じられるってスカイフィッシュは。不思議ですよね。はやぶさん、はい。ムー言ってください、これ。これムー案件です。これも預かっていい？はい。これも預かって、編集長と並木先生に見てもらいます。ぜひぜひ。あと、すみさんにも。はい。いやー、ちょっと、僕の今までのスカイフィッシュの概念が変わりまして、やっぱいるんだなっていうふうに思っちゃう写真でしたね。だから現代の最新技術で撮った、これが何なのかじゃあっていう。めちゃくちゃ面白い。